回のルームツアーは敷地面積46坪、延べ床面積32坪、憧れを詰め込んだ大人かわいいアメリカンハウスです。お施主様が新婚旅行で訪れたニューヨークのお家を再現しています。早速外観からご紹介していきます。外観の仕様はこちら。ブルーグレーと白色のコントラストが綺麗な外観。輸入窓や妻飾りがアメリカンテイストを演出してくれています。アーチを描いた軒天にはウエスタンレッドシダーという杉材を貼っています。アメリカンっぽさを一気に高めてくれるのがこのカバードポーチ。前回のアメリカンハウスにもありましたね。今回もラップサイディング風の外壁には木材ではなくガルバリウム鋼板を使用しているお家になります。外観とリンクしたグレーと白色のエントランスホール、まるで海外ドラマに出てきそうな雰囲気です。天井からぶら下がっているのは5本のペンダントライト。 5.5 メートルの吹き抜けが広がり、かなりの開放感を味わえます。腰壁はモール材をペンキで塗装して仕上げられています。この腰壁はお家全体でまだまだ見られるのでお楽しみに。玄関左側、アーチ開口が可愛い玄関収納。広さは3畳とかなりゆったりめです。靴やコートはもちろんバイクやアウトドア用品まで入っちゃう優秀すぎる玄関収納。釣り竿用の有効ボードやバイク収納用のフックなど工夫がいっぱいです。収納計画をしっかり立てることで使い勝手のいい玄関収納に仕上げることができますよ。ホールの床は無垢の木材をフレンチヘリンボーン柄に貼っています。トイレはイナックスのサティス G タイプ。コロンとしたフォルムが特徴的です。腰壁のカラーに合わせてノーブルグレーをチョイス。おしゃれですね。バックカウンターも腰壁と同じカラーリングで造作。収納もバッチリ確保されています。続いては洗面脱出。ヴィンテージ感のあるおしゃれな洗面化粧台。こちらは大工さん手作りのオリジナルです。2人で並んで立てるよう横幅は少し大きめ。深みのあるブルー、グリーン、グレーでまとめています。艶のあるタイルとマットな天板の組み合わせがいい感じ。毎朝外国のおしゃれなホテルで身支度しているような気分が味わえそうです。脱衣スペースにはランドリーバスケットなどが置けるフリースペースとストックやタオルが置ける棚を確保。お家の中で唯一白色の棚板を採用しています。清潔感もバッチリ。水洗にもこだわってます。お湯も出るタイプの洗濯水洗。浴室はリクシルのアライズ M タイプ。スタンダードな1616サイズより少し大きめの1618サイズ。お掃除のしやすい取り外せるカウンター、丸洗いカウンターが特徴です。階段下収納は風通しの良いルーバーの扉を使用しています。かなり奥行きがあるのでたっぷり収納できますよ。
格子が可愛い階段を上がって2階へ。階段上がってすぐ、ルーバーの扉の収納再び。可動式の棚にお子さんのおむつがたくさん収納されてました。まだまだたっぷり入りそうです。続いてお隣の扉を開けると、じゃじゃーん、ブルーとホワイトの2階トイレ。ご夫婦がニューヨークで見たティファニーのお店のトイレが再現されています。ここまで小物はゴールドで統一されていましたが、ここはシルバーで統一。かなり可愛く仕上がってます。手洗いはオリジナルの造作家具です。続いては子供部屋2部屋。明るさと風の通りを考えた窓配置。2階のお部屋はすべてバルコニーにつながっているので、洗濯動線もバッチリです。作り付けのクローゼットも完備しています。続いて天井にあるこの扉からは小屋裏収納へつながる階段が出現。上へ上がると約10畳のかなり広い小屋裏収納が広がっています。寝室入ってすぐのところにあるのは大容量のウォークインクローゼット。外観との兼ね合いでお部屋手前側には窓がつけられないため、窓が必要ないウォークインクローゼットを手前側にレイアウトしています。扉裏には姿見が。クローゼットでお洋服を選びながらチェックできちゃいます。壁の一面をお家のカラーでもあるグレーで塗装してモールでデコレーション。輸入窓も相まってかなり海外チックな仕上がりになってます。上を見上げるとロールスクリーンをすっきり隠せるスペースが。ちなみにロールスクリーンも壁と同じブルーグレーです。寝室からもバルコニーに出られます。勝手口の鍵はセキュリティサムターンという取り外せるタイプ。万一ガラスが割られても開けられないので防犯面も安心です。最後は LDK 入ってすぐ、また見つけたルーバーの扉はリビング収納。リビングの小物やルーターを収納する用のスペースです。こちらは奥様のご希望で設けられたスタディスペース。家計簿をつけたりちょっとした作業ができます。お子様の勉強スペースとしても使えそうですね。LDK は広さ約18畳。キッチンから順番にご紹介していきます。L 型のキッチンに造作でアイランドカウンターをプラス。ここにもモール材でデコレーションがされています。かなり海外感が漂うキッチン空間。ここに立つだけでおしゃれな料理が作れそうです。収納たっぷりなアイランドカウンター。キッチンと合わせてデニムカラーで塗装されています。ゴミ箱スペースもここに隠れてます。立体感のある白色のタイル、ポコポコしてて可愛いです。キッチンにも格子のついた輸入窓を使用しています。デニムカラーの格子が可愛い吊り収納。こちらも造作で取り付けています。中身が見えるのがまた可愛いですね。最
最後はリビングダイニング。無垢の床材はあえて斜め張り。縦や横に貼ることが多いですが、斜めに貼るだけで一気に雰囲気が変わります。ダイニング上の照明は好きな角度に変えられるユニバーサルダウンライト。多少ダイニングの位置をずらしても対応可能です。リビングのテレビボードは造作家具。キッチンとリンクさせたデニムカラーです。間接照明を仕込んで雰囲気もアップ。テレビ背面の壁紙はほんのりアクセントのレンガ柄。リビングの掃き出し窓はウッドデッキにつながっています。外で遊ぶお子さんをリビングから見守ったり、一緒に外で遊んだり、アウトドアリビングが楽しめちゃいます。はい、すべてのお部屋のご案内が終わりましたので、素敵なアメリカンハウスのルームツアーは以上になります。前回とはまた違ったアメリカンな雰囲気が素敵なお家でした。今後も素敵なお家をどんどん紹介していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。こんなお家をもっと見たい、ここもっと詳しく教えてほしいなどなど、リクエストや質問もコメントで教えてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。